いろいろなアーティストがいて、いろいろな作風の作品がありますよね。その中には奇抜で風変わりなものもあれば、普通に美しい作品もあります。人は見慣れたものを好むのか、それとも物珍しいものを好むのか、それを知ることは人から喜ばれる作品を作るヒントになるんじゃないかと思います。こんにちは、粟田洋介です。人は見慣れたものを好むのか、それとも物珍しいものを好むのか、結論から言うと人それぞれだと思います。極端に慣れ親しんだものばかりを好む傾向にある人たちもいらっしゃいますし、極端に今まで見たこともない物珍しいものばかりを好む人たちもいらっしゃると思います。そして見慣れたものは見慣れたもの、物珍しいものは物珍しいもので、両方好きという人たちもいらっしゃると思います。私自身は慣れ親しんだものに愛着を持って好ましく思う場合もありますし、見慣れないものを見るっていう刺激もそれはそれで楽しくて好きです。皆様はどうでしょう？多分ですが、慣れ親しんだものを全く好まないっていう人たちは本当に少数派なんじゃないかと思います。もしくはそんな人たちはいないのかもしれません。なので慣れ親しんだものを好む人、もしくは珍しいものと慣れ親しんだものを両方好むという人たちが大半なんじゃないかと思います。また人は共感するものを好きになるとも言われていますよね。なので、どんな作風を作る人でも、多くの人が慣れ親しんでいたり、共感する要素を表現に取り入れることによって、より多くの人たちから愛される作品を生み出すことができるのではないでしょうか。そんなわけで今回は、慣れ親しんだもの、共感するものっていうのは何だろう。そういったことを私の作家活動の経験と肌感覚でお話ししていこうと思います。人が慣れ親しんだものを作品に取り入れるとしたら、モチーフとか風景ですね。あるギャラリーの方がアートと地理は関係しているとおっしゃっていました。地理が関係しているっていうのは自分が生まれ育ったり今住んでいる場所などですね。そういった地域で見慣れたもの、愛着のあるものということですね。自然豊かな場所で育った人たちの好む風景画っていうのは、やはり自然の景色が描かれたものが多いようです。育った場所が海の近くであれば、海が描かれている風景画、山の近くであれば、山が見える風景の作品、そういったものを好む傾向の方が多いと思います。私がアメリカの小さな町に住んでいた時は、自然豊かな場所だったので、そういった地域では風景画がとても人気がありました。でも都会に憧れる人たちもいて、高層ビルがたくさんある都会の写真を部屋に飾っている人もいました。ただ言えるのが、そこの街のギャラリーへ行くと、その土地にちなんだ風景画だったりとか、あとはその土地のシンボルですね。例えばその地域にある特定の山だったりとか、あとは歴史的な有名な建物だったりとか、そういったモチーフも好まれると思います。また、そこに来る観光客の方々が、その場所の思い出として、その土地のシンボルのモチーフの作品を購入していかれるということも多々あるようです。私がアメリカのニューメキシコ州に住んでいた時は、砂漠の絵とか、コヨーテの絵とか、あと何だったかな。その土地のシンボルになるようなモチーフの作品っていうのがいっぱいギャラリーに置かれていて、そういうものが人気でした。以前、ある人が面白いこと言ってたんですけど、田舎の人たちは風景画を好むんだけど、都会の人たちは人物画を好むっていうんですね。人口の多い都会で育った人たちは人に興味があるっていうわけですね。それが本当か嘘かわからないんですけど、私自身東京下町の出身で風景画よりも人物画を好んで描く傾向にあります。私自身は多分個性とかパーソナリティっていうものに興味があって、これはまた別の話なんですけど、最近ある方が私の描いた猫の絵を見て、私が猫を飼っているんではないかということを聞いてきました。その人曰く、猫を飼っている人が描く猫の絵っていうのは、表情がよく表現されているということでした。それに対して猫を飼ってない人が描く猫の絵っていうのは、形を重視したものが多いとおっしゃっていました。まあ私にとって猫は家族ですから、顔を見て何が欲しいのか、どんな気分なのか、そういったことを私は判断しているので、猫の顔っていうのは無意識によく観察しています。
そしてそれがすごく興味があることなので作品に表現しているのかもしれません。猫が好きな人たちは猫のモチーフ、そして犬が好きな人は犬のモチーフ、鳥が好きな人は鳥のモチーフっていうのを好む傾向にあるっていうことは容易に想像がつきますよね。そして私が牛や馬が多い地域に住んでいた時は馬の絵っていうのがものすごく人気がありました。また牛好きな人たちもいらっしゃって、そういった牧場にいるような動物のモチーフっていうのもその地域ではとてもポピュラーでした。で、今私はそういう牧場の動物がいる地域に住んでないので、一般的なペット、犬とか猫とか鳥ですね。そういったものが今私が住んでいるところでは人気のモチーフなんですね。まあちょっと動物の話ばっかりしましたが、見慣れたモチーフっていうのを使うっていうのは一つの方法です。そして見慣れた色合いっていうものを多くの人たちが好む傾向にあるんじゃないかと思います。地理と色の関係っていうのは大いにあると思います。特に私が手書き雑貨を販売するようになってから実感したことなんですが、日本人が好む色合いっていうのがあります。例に挙げると紫、緑、ピンクといった色でも日本の方はちょっとくすんだ色を好む傾向にある人たちが多いような気がします。それは絵の具のチューブから直接出した色、それにちょっとグレーを足したような色のイメージです。また淡い色が好きな人たちも多いようです。絵の具のチューブから出した色に白を足したような色ですね。パステルカラーみたいな色合いです。それにちょっとグレーを入れてくすんだような色、そんな感じのイメージですね。きっとこれは日本の気候と関係してると思うんですけど、日本は雨の多い国で曇り空の日も多いです。まあ天気がいい日もあるんですが、光の強さっていうのが南の国とはちょっと違いますよね。だからもしかすると見え方もちょっとくすんでいるのかもしれません。植物の色を考えてみてください。例えば日本の美しさを代表する桜の色合いっていうのも淡くて時にはくすんで見えると私は思います。ちょっと控えめな美しさっていうんですかね。でも真っ赤な椿とか鮮やかな黄色の菜の花なんかもあります。そしてそういった色合いが好きな人たちもいらっしゃいますよね。そういったお花とか植物、あとは光が映し出す色合い、そういった先祖代々受け継がれる美の意識っていうんですかね。そういったもので、その地域の人たちが好む色合いっていうのが変わってくるのではないかと思います。ただこれはもちろん例外もあります。私自身はくすんだ色にも魅力があると思うんですけど、どちらかといえば明るくて鮮やかな色が好きです。そして私以外の日本人でも鮮やかな色合いが好きな人たちっていうのはたくさんいらっしゃいます。そして日本を含む世界各国の民族衣装の色合いはその国の自然からインスピレーションを得たりとか、その土地で採れる天然の染料とか顔料を使って着色したのではないでしょうか。その他いろいろな例えがあると思いますが、色もその地域によってその土地で見慣れたものを好む人たちが多い傾向にあるのかもしれませんね。たださっきも言ったように例外はあって、自分が生まれ育ったり住んでる地域以外のものが好きだっていう人もいらっしゃいます。近代や現代では海外から来たものを見る機会も多くて、異文化であっても身近である場合も多いと思います。スマートフォンで気軽に世界中のアートを見ることだってできますからね。色やモチーフ、それに加えて共感するものっていうのがあります。例えば家族愛とか友情とか仕事、ライフスタイル、哲学、政治、あとは趣味ですね。例えば家族愛だったら親子愛とか兄弟愛とか、妊婦さんをモチーフにした作品は同じように妊婦さんだったり、または子供を産んだことのある女性、もしくはその女性をサポートしている、またはサポートしたことのある旦那さんだったり、家族や友人の人たちなんかからも共感が得られるかもしれません。そして仕事といえば、私の絵が初めて売れた時、それは私が学生の時なんですが、あるレストランの絵を描いたら、そのレストランのオーナーさんがその絵を買ってくださいました。学校で行われた学生の展覧会の時にその作品を出展したんですけど、多分レストランのオーナーさんはその絵を見てないで買うって言ったんだと思います。私はその絵を持ってレストランに行ってオーナーさんと会って、そこで直接販売したっていうのを覚えています。
彼は自分のレストランがモチーフになっているということを理由に作品を購入したわけです。自分が経営しているレストランっていうのはその人にとっては職場であって、とても思い入れがあるものなんですね。そんな思い入れのある自分のレストランがモチーフになった学生の作品を購入するなんて粋な買い物なんでしょう。私はそう思います。人それぞれ見慣れたものっていうのは違うし、私たちは一人一人いろいろな思いがあって、それは全部違います。でも人気のものっていうのがあって、多くの人たちに愛されているもの、愛されている色、そして共感される何か、テーマ、そういったものを自分の作品に取り入れて人気の作品を作ることができるかもしれません。ただ私自身は自分が本当に興味があるもの以外は制作するのが困難なので、なかなか人に合わせて作品作りをするってことは難しいんですけど、たまに注文で私が書こうと思ったこともないようなものを書いてくれって言われることがあって、そういった時は何を書くかではなくて、そのモチーフを私のスタイルでどう面白く書くか、そういったことを重点に置いて制作します。注文してくださった人たちっていうのは私の作風を知っているものですから、私の作風でそのものを書いたということで満足してくださいます。また日本では猫が大人気なんですが、たまたま私が猫が好きっていうことが重なって、そして猫がモチーフの絵を描いているって感じなので、人に合わせてるっていうよりもたまたま人気があるものとマッチしたっていう感じですね。自分が好きなものや好きなことの中から多くの人たちが共感することだったり、親しみのあることだったりするものがあるかもしれません。そしてそういったものを今までモチーフとして使ったことがない場合は、そういったものをどんどん表現していくと、無理に人に合わせず、本当に自分の好きなものをモチーフにしたりとか表現した作品が多くの人たちから愛されるということにつながるかもしれません。また、多くの人たちから愛されなくても、レアな人たちから愛される作品が作れればいいんじゃないかと思うんですね。なぜならそういったレアな人たちっていうのは、自分が好む変わったものを探していることが多いからです。世界には本当にたくさんの人たちが存在します。作品の数だけ人が存在します。いや、それ以上に存在しているかもしれません。別に多くの人たちから愛されなくても、一つの作品を一人の人がものすごく気に入ってくださる。それはとても素晴らしいことだと思います。でも多くの人たちから愛される作品を作るっていうこともとても嬉しいことですよね。でもいつも言っているように、すべての人から好かれることは不可能です。だから、絵なんて好きなように描いたらいいんじゃないかと私は思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。